それ大丈夫じゃないよ。とにかく主観は相手に伝わらないと思って、事実を抽出する技術、主観を避け事実を元に伝える 5W1H を使って報告相談、報連相を提案できる。こんにちは、もんじです。このチャンネルでは14歳から働き、21歳で起業、これまでに300億円以上売り上げた経験で培った組織づくり、育成など役に立つ内容をお話ししています。興味ある方だけ見ていただけると幸いです。2つ目は、やっぱ 5W1H ですよね。5W1H。5W1H で、事実を具体化するっていうことですけど、基本、そうですね。情報の抜け漏れをやっぱりなくすことっていうのはご自身の基本でもあるので、基本的にはやっぱり誰がいつどこで何があったか、なぜどうしたかどのように、要は何か報告をしたり相談をするときには基本は結論から言うんですけど、会話の中で必ずこの情報があるのかと、ほとんどのことかな。質問を作るみたいな場合もそうだし、回答するときもそうだし、いろんな場面でこれは必要ですよね。なので例えばじゃあそうですね、今度会社で何々をこういう企画やろうよとなった時には、必ず企画書の中でも誰がいつどこで何をなぜやるのかというのは全部言わないとダメですよね。なるほど。具体的書どのようにやるのっていう How を入れる。はい。企画書で言うと分かりやすいけど、企画書で 5W1H が入ってなかったら絶対無理ですよね。確かにそうか。何をやりますとか、そういう時にも必ずこれ入るし、それって今どうなってるっていう時も、問題も、誰がいつどこで何をしたの、なんでそんなことしたの、具体的にどうやってそんなことしたのって確認するじゃないですか。これはそう、言う側も聞く側も必ず意識する。とにかく報連相の時には、報告では現場での出来事を正確に伝えるって意味では 5W1H と事実ですよね。連絡をする時にも、例えば手配や変更が必要な時だという時も、例えば誰をいつどこに来させてください、何をしてほしいんです、なぜならば具体的には何時に1台で1人ここに来てください、とかね、相談も含めてそうですよね。判断に迷う時にも、現状としては誰がいつどこで何をしていてなぜしていて、で具体的にこうやってるんですけどこれで困ってます、って言わないといけないし、なのでよくある回答修正パターン的な話でいくと、 NG 表現はとにかく主観だけです。大変だった。大変だった。OK 表現 5W1H プラス事実同じだけ言っていくと、10時から18時で8件現場を回った、とか、 NG 表現はやばいです、やばいかもです、遅れますとかね、これどうなってる NG 表現ですね。多分大丈夫です。なんだ多分大丈夫です。多分大丈夫です。なんだと。OK 表現は約束の訪問時間から30分遅れる見込みです。見積書は昨日送信済みです。返信はまだありません。こうやって回答してくれる。これどうなってるって言った時に、大丈夫ですって結構怪しい返事なんですよ。怪しい。大丈夫って何みたいな。確かに。大丈夫って何を言ってんのみたいな。多分大丈夫です。多分って付け加えるの何みたいな。いや、一応昨日見積書送ったんで、返信は来てないですね。それ大丈夫じゃないよみたいな。こともあるわけですよ。なるほど。とにかく主観は相手に伝わらないと思って、事実を抽出する技術、読み取る技術、そして 5W1H を必ず入れる、考える、それを使って伝わる話、相手の話も理解する、それって本当に事実なのかどうなのか、この一連の流れの中で主観と事実を分けて考える癖、 5W1H に必ず沿って説明や物事を考える習慣、それがロジカルシンキングのまず第一歩かなと思うんで、何事においてもこれって事実、主観、みたいに考えてトレーニング、答え合わせすると。で、説明するときには 5W1H に沿って全部言えるようにする、でこれをドッキングしてっていうのがとにかく第一歩ですと。これをまずできるようにしましょうと。ありがとうございます。なぜやっぱりその主観と事実 5W1H がロジカルシンキングの基礎なのかっていうのを最後にお話しすると、論理的思考の土台っていうのはやっぱ正しく情報を捉えることですね。まずやっぱり正しい情報を捉えることが
重要なんですよ。だってそれがないと、さっきも言った通り、仮説が立てられないんで。だから、ロジカルシンキングって道筋を立てて考えるための技術だって言ったんであれば、その前にその題材が事実じゃなかったら全てが崩れるので、確かに。なので、その論理的思考の土台は正しく情報を捉えることだから、ちゃんと事実の区別みたいなのはやっぱり一歩目でやっぱり必要ですよね。ある意味 5W11 とかも言い方を変えれば情報を整理するための思考フレームだったりするので、論理的に考えるっていうのは、ね、情報を集める、観察ヒアリング、情報を整理する、原因、仮説、解決策を考える、それを相手に伝えたり共有したり自分で実行したり、実行してもらったりとかするわけですから、この中で 5W11 特に必要なんですね。情報を集める、情報を整理する。ちゃんと 5W11 を考えられていれば、抜け漏れ、ずれがない整理ができて、次のステップのこの原因、仮説や提案につながっていくんで、主観を避け事実をもとに伝える 5W11 を使って報告、相談、報連相、提案ができる。この2つができるだけで、分かりやすく伝える力、論理的な伝達力みたいなのに身について、取引先もそうだし、上司、顧客とかのコミュニケーション精度も格段に上がるんじゃないかなと思います。なるほど。はい。ありがとうございます。貴重なお話。今回以上になります。最後まで見ちゃった方、少しでも学び、気づきがあった方がいたら嬉しいです。ありがとうございました。